ゆっくり解説。細胞レベルでは輝える科学が証明したオートファジーのアンチエイジング効果トップ10。ねえマリサ、最近なんだか疲れやすくなった気がするの。肌の調子もいまいちだし、これってやっぱり年のせいなのかな？何か良いアンチエイジングの方法ってないかしら？レイム、いい質問だぜ。そんな悩みにぴったりな、科学が証明した究極の若返り法があるんだ。それが、オートファジーだ。私たちの体の中で起こる、まさに細胞レベルの若返りを実現するすごい仕組みなんだぜ。オートファジー？初めて聞いたわ。細胞が自分で若返るって、一体どういうことなの？簡単に言えば、細胞内のゴミを掃除してリサイクルする仕組みのことだ。この研究は2016年に日本の大隅先生がノーベル賞を受賞した信頼性抜群のテーマでな。今回はこのオートファジーが持つ驚きのアンチエイジング効果を、ベスト10形式で徹底解説していくぜ。第10位、基礎代謝の向上とエネルギー効率化。マリサ、オートファジーのアンチエイジング効果。第10位が基礎代謝の向上とエネルギー効率化って言ってたけど、どういうことなの？代謝が上がると若返るって、いまいち想像できないな。レイム、それは細胞のエネルギー向上、ミトコンドリアが鍵だぜ。基礎代謝ってのは、生命活動に必要なエネルギーのことなのぜ。オートファジーはな、細胞内の古くなったり傷ついたりしたミトコンドリアを自ら分解除去するんだ。まさに細胞の大掃除だぜ。これによって細胞は新しく生まれ変わり、その機能が格段に向上するんだぜ。細胞のお掃除って、そんなに大事なんだ。ミトコンドリアが綺麗になると、どんな変化があるの？そう、めちゃくちゃ大事だぜ。古くなったミトコンドリアはエネルギーを作る効率が悪い。でも、オートファジーがこれを分解し、新しいピッカピカのミトコンドリアを作ってくれるんだ。まるで古いエンジンを高性能に乗せ替えるようなものだぜ。結果、細胞がより効率的にエネルギーを生み出せるようになる。このエネルギー効率が上がると、基礎代謝も向上するんだぜ。代謝が上がれば、体温維持、血行促進、肌のターンオーバーも活発になる。肌の張り圧や、疲れにくい体につながり、全身の若々しさに貢献するのさ。なるほど、オートファジーが細胞を元気にして、効率よく動かしてくれるから、体が若々しくいられるんだね。その通りだぜ、レイム。基礎代謝の向上は、若々しさを保つための非常に重要な土台なんだ。細胞レベルでエネルギー効率を高め、基礎代謝を底上げしてくれるオートファジーは、まさにアンチエイジングの強力な味方なのぜ。細胞が元気なら、体全体も元気ってことだな。第9位、疲労回復効果の促進。マリサ、第9位は疲労回復効果の促進なんだね。疲労とアンチエイジングって、どんな関係があるんだろう？なんか、あんまりピンとこないんだけど。レイム、疲労は細胞レベルで蓄積するんだぜ。激しい運動やストレス、不規則な生活なんかは、細胞に負担をかける。すると、細胞の中に老廃物や損傷したタンパク質が溜まっていくんだ。これらが細胞の働きを邪魔して、疲労感として現れるのさ。まるで、散らかった部屋にいると、心が休まらないのと同じだぜ。なるほど、細胞の中も散らかるんだね。それが疲労の原因か。でも、オートファジーがどうやってそれを解決するの？そこでオートファジーの出番だぜ。オートファジーは、細胞内の老廃物や損傷したタンパク質を、まるで掃除機のように積極的に分解除去してくれるんだ。細胞の隅々まできれいにしてくれるってわけだな。この細胞の大掃除によって、細胞の機能が正常に回復し、さらにその働きが活性化するんだぜ。例えば、筋肉細胞でオートファジーが活発に働けば、運動後の筋肉の回復が早まるし、脳細胞で働けば、精神的な疲労やストレスからの回復も促進されるのさ。まさに、体の中からスッキリさせてくれるんだぜ。細胞が綺麗になることで、体が軽くなって、疲れにくくなるってことなんだね。それが若々しさにつながるって、すごい仕組みだな。その通りだぜ、レイム。疲労が回復しやすくなるということは、常に細胞がフレッシュな状態を保てるってことだからな。
体の内外から活力が満ち溢れ、若々しい状態を維持できるんだぜ。オートファジーは、私たちが日々感じる疲労を細胞レベルでケアし、常にベストなコンディションを保ってくれる、まさにアンチエイジングの隠れた立役者なのぜ。第8位、免疫力向上と感染症予防。マリサ、第8位が免疫力向上と感染症予防だって。免疫力が上がると若返るって、どういう関係があるの？風邪をひかないってこと？レイム、それは違うぜ。年を取ると免疫細胞も老化して機能が落ち、ウイルスや細菌への抵抗力が弱まり、病気にかかりやすくなる。オートファジーは、この免疫細胞の働きを根本から強化するんだ。まるで、ボロボロの武器を最新型に交換するようなものだぜ。免疫細胞も古くなるんだ。オートファジーがどうやって、免疫細胞を新しくするの？オートファジーは、まず細胞内に侵入したウイルスや細菌などの病原体を、直接捉えて分解するんだ。これは、ゼノファジーとも呼ばれていて、強力な防御システムだぜ。さらに、古くなったり機能が低下した免疫細胞内の不要なタンパク質を掃除してくれる。これにより、免疫細胞自体が若返り、その活性が高まるんだ。例えば、マクロファージや T 細胞の機能が向上する。結果として、病原体への応答が素早くなり、炎症を抑え、感染症にかかりにくい体になる。これは、体全体の防御システムが強化され、老化と戦う力を底上げしてくれるんだぜ。なるほど。オートファジーが細胞のデトックスをしてくれるから、免疫細胞も元気になって、病気に負けない体になるんだね。それが若々しさにつながるのか。その通りだぜ、レイム。免疫システムが健全に機能していることは、病気から身を守るだけでなく、細胞の健康を保ち、慢性的な炎症を防ぐ上でも重要なんだ。防御力が高い状態を維持することは、老化の進行を遅らせ、いつまでもはつらつとした若々しい状態を保つことに直結するんだぜ。オートファジーは、体を内側から守り、若さを維持する見えないヒーローなのさ。第7位、炎症反応の抑制。マリサ、第7位の炎症反応の抑制って、一体どういうことなの？炎症って、怪我とか病気の時に体が治そうとする反応じゃないの？それが若返りとどう関係するの？レイム、いいところに気づいたぜ。確かに炎症は体を守る大切な反応だ。でもな、問題は慢性炎症なんだ。これは、細胞内の老廃物や損傷した分子が原因で、常に低いレベルで炎症が起きている状態だ。年齢を重ねると、こういった不要物が溜まりやすくなり、老化を加速させるんだぜ。体がずっと炎症を起こしてるなんて、怖い話だね。それが老化につながるってこと？その通りだぜ。慢性炎症は細胞や組織にダメージを与え続け、老化を加速させるんだ。ここでオートファジーの出番だぜ。オートファジーは、炎症の原因となる細胞内のゴミや異常なタンパク質を、積極的に分解除去してくれるんだ。炎症の火種を根本から消し去るってわけだな。さらに、炎症を引き起こす物質の産生を抑えたり、逆に炎症を抑える物質の産生を促進したりすることもわかっているんだぜ。だから、炎症反応を適切にコントロールできるのさ。じゃあ、オートファジーが炎症を抑えてくれるから、体がダメージを受けずに若くいられるってことだね。そうだぜ、レイム。慢性炎症が抑制されることで、細胞の老化が遅れ、様々な病気のリスクも減るんだ。炎症が少ない体は、まさに若々しさを保つための絶対条件なのさ。肌のくすみやシミ、たるみなんかも、慢性炎症が関わっていることがあるんだぜ。オートファジーは、体の中から炎症の炎を鎮め、真のアンチエイジングを実現してくれる、まさに細胞の消防士なんだぜ。第6位、認知機能の維持、向上。マリサ、第6位の認知機能の維持向上って、どういうことなの？頭の働きと若返りって、あんまり結びつかないんだけど。レイム、とんでもないぜ。脳の老化は、記憶力の低下や集中力の散漫として現れる、最もわかりやすい老化現象の一つだぜ。特に脳細胞に異常なタンパク質が溜まると、
神経伝達がうまくいかなくなって、認知機能が低下するんだ。まるで、脳の中がゴミだらけになって、情報がうまく伝わらなくなるようなものだぜ。脳の中にゴミが溜まるって、怖い話だね。オートファジーは、その脳のゴミも掃除してくれるの？もちろんだぜ。オートファジーはな、脳細胞の中で不要になったり、異常な形になったタンパク質。例えば、アルツハイマー病の原因となるアミロイド β やタウだぜを、積極的に分解し除去してくれるんだ。まるで、脳の神経細胞をいつもピカピカに磨くようなものだぜ。さらに、古くなったミトコンドリアも除去し、新しいミトコンドリアに置き換えることで、脳細胞のエネルギー効率も向上させる。これにより、神経細胞同士のつながりが強化され、記憶力、集中力、学習能力といった認知機能が維持向上するんだぜ。脳がクリアになれば、思考もクリアになるのさ。なるほど。オートファジーが脳の中をデトックスしてくれるから、いつまでも頭が冴えて、若々しくいられるってことなんだね。その通りだぜ、レイム。体が若くても、脳が衰えてしまっては本当の若々しさとは言えないからな。認知機能が維持向上すれば、活発な社会生活や人生の質も向上するぜ。オートファジーは、脳の健康を細胞レベルで守り、私たちをいつまでも聡明でエネルギッシュな状態に保ってくれる、まさに究極のアンチエイジング効果なのぜ。第5位、美肌効果とシワ、たるみの改善。マリサ、第5位が美肌効果とシワたるみの改善だって、オートファジーが肌に良いってわかるけど、具体的にどうやってシワとかたるみに効くの？スキンケアと違うの？レイム、よくぞ聞いてくれたぜ。肌の老化の主な原因はな、紫外線やストレスなんかで、肌の張りや弾力を保つコラーゲンやエラスチンが傷ついたり、古くなった細胞が溜まったりすることなんだぜ。肌の奥でゴミが溜まると、表面にも影響が出てくるんだ。まさに、土台が緩んだ家みたいに、シワやたるみとして現れるのさ。なるほど、肌の奥でも細胞が古くなったり傷ついたりするんだね。それがシワやたるみになるって、納得できるなぁ。その通りだぜ。そこでオートファジーの出番だ。オートファジーはな、傷ついたり変性したコラーゲンやエラスチンを積極的に分解し、新しいものに作り変えるんだ。まるで、ボロボロになった肌の繊維を修理するようにな。さらに、古くなった細胞や老廃物を分解し、新しい健康な細胞への生まれ変わり、つまりターンオーバーを促進するんだ。この細胞レベルでのデトックスと再生によって、肌の張りや弾力が劇的に改善される。結果、シワが目立たなくなり、たるみも引き締まり、全体的に若々しい印象になるのさ。オートファジーが肌の奥から大掃除して、新しい細胞に生まれ変わらせてくれるから、シワやたるみが改善されて、美肌になるんだね。そうだぜ、レイム。表面的なケアだけじゃなく、細胞レベルで肌を根本から改善してくれるのがオートファジーの強みだ。肌の透明感や潤いも向上し、内側から輝くような美肌を保ってくれるのさ。見た目の印象を大きく左右する肌の若々しさにとって、オートファジーは欠かせないのぜ。第4位、健全な体重維持と肥満予防。マリサ、第4位が健全な体重維持と肥満予防だって、痩せていることが若々しいってことなのかな？オートファジーと体重って、どんな関係があるの？レイム、ただの体重じゃないぜ。年を重ねると代謝が落ちて脂肪がつきやすくなるだろ？特に内臓脂肪が増えると、慢性炎症やインスリン抵抗性を引き起こし、様々な生活習慣病のリスクを高める。これが老化を加速させる大きな要因だ。まるで、体の中に古いゴミが溜まるようなものだぜ。なるほど、脂肪が増えることが老化につながるのか。じゃあ、オートファジーがどうやってそれを防ぐの？そこがオートファジーのすごいところだぜ。オートファジーはな、余分な脂肪を分解してエネルギーとして再利用する、リポファジーという働きを持っているんだ。さらに、脂肪細胞のミトコンドリアを健全に保ち、脂肪燃焼を促すんだ。体内に余分な脂肪が溜まりにくい体質に改善してくれるってわけだぜ。肥満を防ぐことで、糖尿病や心臓病といった老化関連病のリスクを下げ、
体全体を若々しく保つことにつながるんだぜ。オートファジーが体の中の余分な脂肪を燃やして、健康的で太りにくい体にしてくれるってことなんだね。それが若返りになるなんて驚きだよ。その通りだぜ、レイム。健全な体重維持は、見た目だけでなく、全身の代謝を最適に保ち、内臓の負担も減らすんだ。体の中からスリムで機能的な状態を保つことで、老化を遅らせる。オートファジーは、代謝システムを整え、健康的な体と若々しい活力を保つ、まさにアンチエイジングの強力な味方なのさ。第3位、癌細胞の発生、増殖抑制。マリサ、第3位が、癌細胞の発生増殖抑制だって。癌って、若返りとはちょっと違う気がするんだけど、どう関係があるの？レイム、とんでもないぜ。年を取ると細胞の DNA が傷つきやすくなり、異常な細胞が生まれやすくなるんだ。これらの異常な細胞が、やがて癌細胞へと発展するんだぜ。癌は、まさしく細胞の老化が生み出す病気の一つなのさ。まるで、体の中に潜む時限爆弾のようなものだぜ。細胞の老化が癌につながるんだ。じゃあ、オートファジーがどうやって癌を防ぐの？そこがオートファジーの真髄だぜ。オートファジーはな、まず、細胞内で傷ついたり異常になったタンパク質やミトコンドリアなどの老廃物を、いち早く見つけ出して分解除去してくれるんだ。これは、癌細胞の発生源となりうるゴミを、徹底的に掃除するようなものだぜ。さらに、もし癌細胞ができてしまっても、オートファジーがその増殖を抑制したり、自滅させるアポトーシスというメカニズムを誘導したりするんだ。初期の癌細胞を、まるで目の内に摘み取るような働きをしてくれるのさ。オートファジーが癌の芽を摘んでくれるから、癌の予防になって、健康に長生きできるってことなんだね。その通りだぜ、レイム。癌のリスクを低減することは、健康寿命を大きく伸ばし、真の若々しさを保つ上で非常に重要だ。オートファジーは、細胞レベルで癌の発生を未然に防ぎ、あるいはその進行を食い止めることで、私たちを年齢による病気から守り、はつらつとした人生を支える、まさに命の守り神なのぜ。第2位、寿命延長効果、老化抑制。マリサ、ついに第2位が寿命延長効果、老化抑制だって。これはもう、オートファジーの真骨頂って感じがするけど、具体的にどうやって私たちの寿命を伸ばして、老化を抑制してくれるの？レイム、よくぞ聞いてくれたぜ。これまでのランキングで話してきた効果は、すべてこの寿命延長効果につながっていると言っても過言じゃない。老化の根本的な原因はな、細胞内のゴミの蓄積や、機能不全に陥った細胞が増えることなんだ。まるで、使い古された機械がガタつき始めるように、私たちの体も細胞レベルで劣化していくのさ。細胞が古くなったり、ゴミが溜まったりするのが老化の原因ってことだね。じゃあ、オートファジーはどうやってその劣化を食い止めるの？そこがまさにオートファジーのすごいところだぜ。オートファジーは、細胞内で古くなったミトコンドリアや異常なタンパク質、その他の老廃物を、自ら積極的に分解除去してくれるんだ。まるで、細胞の中を常にクリーンに保つ高性能なリサイクルシステムだな。この細胞の大掃除によって、細胞一つ一つの機能が正常に保たれ、細胞の劣化、つまり老化が劇的に遅くなるんだぜ。さらに、細胞のストレス耐性を高め、病気になりにくい体質を作り出すことで、健康寿命そのものを伸ばすことが期待されているんだ。なるほど。細胞の中を常にきれいにしてくれるから、細胞が若々しく保たれて、結果的に体全体の老化が抑制されて、健康に長生きできるってことなんだね。その通りだぜ、レイム。ただ長生きするだけでなく、元気で活動的な健康寿命を伸ばすことこそが、オートファジーの最大の恩恵だ。心臓病や糖尿病、神経変性疾患といった加齢に伴う病気のリスクを低減し、生命そのものの質を高めてくれる。まさに、人生を豊かに生きるための、究極のアンチエイジング効果なのぜ。第1位、DNA 損傷の修復と細胞の再生。マリサ、
ついに第1位が DNA 損傷の修復と細胞の再生だって。これこそまさに、究極のアンチエイジング効果って感じがするけど、どうしてこれが一番なの？ DNA って、そんなに重要なの？レイム、よくぞ聞いてくれたぜ。これまでの効果も重要だったが、この DNA 損傷の修復と細胞の再生こそ、若々しさを保つ細胞生命の根源なんだ。年を取ると、紫外線や酸化ストレスで DNA が傷つきやすくなる。この DNA の損傷が、細胞の機能不全や老化、そして癌などの病気の直接的な原因になるんだぜ。まるで、ボロボロの設計図で家を建てるようなものさ。DNA が傷つくと、そんなに大変なことになるんだね。じゃあ、オートファジーはどうやってその DNA を守ってくれるの？そこがオートファジーの進化だぜ。オートファジーは、DNA にダメージを与える異常なミトコンドリアや老廃物を、細胞内から徹底的に排除するんだ。いわば、DNA を守るための環境整備だぜ。さらに、損傷した細胞部品を分解し、その材料で新しい健康な細胞を作り出す。つまり細胞の生まれ変わりを強力に促進するんだ。この細胞レベルでの自己治癒と再生が、体を若々しく保ち、病気のリスクを減らす、究極のアンチエイジング効果なのさ。なるほど、オートファジーが DNA を守り、細胞を新しく生まれ変わらせてくれるから、体が根本から若返って、ずっと健康でいられるってことなんだね。その通りだぜ、レイム。DNA を健全に保ち、常に細胞が新しく生まれ変わるサイクルを維持することは、見た目の若さだけでなく、すべての生命活動の質を高めるんだ。オートファジーは、生命の設計図を守り、真の若さを追求する、まさに生命の根源的なメカニズムなのぜ。総評、まとめ。10位から1位まで聞いて、やっとわかったわ。オートファジーって、一つ一つの効果がすごいのはもちろんだけど、それらは全部繋がっているのね。体の設計図である DNA を守ることを頂点に、細胞レベルで体を作り直す。これこそが、若さと健康の、本当の源泉だったのね。その通りだぜ、レイム。オートファジーは、我々の体に生まれつき備わっている内なるドクターであり、最高のアンチエイジングシステムだ。特別な薬や魔法じゃない。誰の体にも眠っている、生命本来のすごい力なんだ。この力を目覚めさせ、味方につけることこそが、本当のアンチエイジングの始まりなんだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。